毎度毎度、いちこチャンネルコタです。というわけで本日はシャドウストーカー探偵気取りな黒猫ロンドという推理ギャグアドベンチャーやっていきたいと思います。いや、久々に怖くないやつやるんでちょっと楽しみではあります。というわけでスタート。ニューゲーム。本作品はフィクションであり、実在する人物、地名、団体とは一切関係ありません。すごい音声が入ってる。また本ゲームではマウスでの操作が必須となります。あ、マウスいるんかい。あらかじめご了承ください。 OK。 おお、すごいすごいすごい。じゃあまずセーブを一回しといてなんか名前からしてさ、ちょっとギャグ味あるよね。2章すごいよね。消失したピザの行方って書いてる。まあ1回目やってみようか。3つの中で消えた財布。おう、ギャグやからちょっと楽しみではあるよね。お、眠れない街東京。この街は多くの人々で賑わい、海外からのインバウンドも多数出入りしている。そんな東京の隅にある小さな建物、黒猫ロンドという名の探偵事務所。この探偵事務所は日常で起こる神隠しや怪奇現象などを取り扱う他の事務所とは一風変わったところがあった。お、出てきたで。黒崎ロン、19歳。彼女は黒猫ロンドの探偵であり、今までも数多くの事件を解いてきた名探偵。扱った事件の内容にもよるやろう。自らをシャドウストーカーと名乗る彼女にとって、一度起きた事件はどこまでも影さえも追っていく手際の良さ。そんな黒崎ロンの前に、今日もまた小さな事件が舞い降りた。また小さな事件って言ってるな。大きな事件を扱うことはないのかな。中年のおばさん、一体どこに行ったっていうの？この私の大切なお財布は。もう起きとるがな、事件。うるさいんだよ、さっきから。てめえが自分で食っただけだろ、どうせ。財布食うか。なんか言え。皆さん、落ち着いてください。まずは皆さんの簡易的なプロフィールと事件の詳細についてもう一度説明願います。私は大原静江、47歳の女よ。今回は私の大事な財布が盗まれたの。きっとこの中の誰かが犯人なのよ。大原静江さんが被害者なのね。ああ、私の大切な真珠の財布が。真珠の財布、真珠のネックレスっていうのは聞くことあっても、真珠の財布なんてキーワード初めて聞いたぞ。若いヤンキーって豚にも真珠もいいところだぞ。豚に真珠か。失礼なこと言うな。おっと、自己紹介だったな。俺はこの201号室の下の階に住む井上義介、21歳。ただのヤンキーだよ。ただのヤンキーだよ。少し近所を散歩しててさ、ババアの悲鳴が聞こえたから来たら騒ぎになっててな。うるせえったじゃないぜ。忍者風の男。もう主人公に癖がありすぎ。主人公違うわ。主人公も癖だらけかもしれんけども、登場人物全部に癖ありすぎや。拙者は203号室に住む上崎一心、30歳でござる。やばいな、こじらせてんなこいつ。拙者は部屋でテレビを見ていた時でござったな。大原殿の悲鳴が聞こえてきたでござる。扉を開けた時には隣にいる女子大生と大原殿がすでに201号室の中にいた状態でござったな。目撃者みたいな感じなのかな。私は落合綾子、21歳です。21歳ね。大原さんの悲鳴が聞こえた13時頃に部屋に最初に駆けつけました。第一発見者か。そしたら大原さんが財布がとか言って大慌てで、こっちもどうしていいかわからない状態でした。なるほど。皆さんの状況とプロフィールは簡単にわかりました。よう笑わんとそんな冷静でおれるな。それでは被害者の大原さん、事件をできるだけ詳細に説明をお願いします。あれは今日の9時頃よ。私が外出に出かけた時のこと。
12時頃に家の鍵をかけ忘れていることに気づいて家に戻ることにしたの。13時頃に家に戻ると、間1時間やな。なぜか扉の鍵が閉まっていて、その代わりにテーブルの上にいつも置いてる新種の財布がなくなっていたのよ。なんでテーブルの上に常に財布置いとんねん。私もパニック。部屋にも窓にも鍵がかかっているし、これはもう神隠しとしか思えなくて、いや部屋にも窓にもって鍵かけ忘れて出ていたんやったら、もうその時点で神隠しどころじゃねえんだよ。私の財布、あれは亡くなった母親からの大切なものなの。母親からの形見の財布。これはキーワードになりそうですね。それがキーワードかな。鍵をかけ忘れたがキーワードじゃないんかな。キーワード、財布を入手しました。今日のその時間帯、この街はゴーストタウンとなっており、あなたたちしか街にいませんでした。ウエスタに住んどんのかお前らは。よって新種の財布を盗んだのはこの中の誰かということになるのは確実です。もうそれは分かっとんねん。そんなバカなでござる。この忍者多分あんまり頭良くないな。拙者はテレビを見ながら電話をして楽しく過ごしていただけの時間だったのに、忍者のくせに電話して楽しく時間を過ごしていた。鳩でも飛ばせ。電話をしていたか。キーワード、電話を入手しました。そろそろ部屋に戻りたいんですけど、まだ調査には時間がかかってしまうでしょうか。そういえばそろそろノートを買っておかないと予備がなくなりそうになっていたんでした。もうこんな事件に関わらんでいいから、もう部屋に帰って勉強し、自分の人生の先の方が大事やって。ノートですか。失礼ですが、そのノートのサイズは？普通の A4 サイズのルーズリーフですけど、なんでこれがヒントになんねん。井上さんは散歩をしていたそうですが、この子な、名探偵やからな、いろんなところに目が行くんやろな。なぜ散歩をしていたのですか。散歩に理由なんてあるわけねえだろう。ただの暇つぶしに決まってんだろうが。ですよね。聞くな。ムカつくな、お前は。分かってんなら聞くなよ、ほら。ちなみに散歩中に変わったことは？ガラスの破片を踏んしまったことくらいかな。誰か掃除しとけよな、ちゃんと。いや、どこに落ちてるかにもよるやろ。なんや？急にシリアスになったぞ。なるほど、わかりました。この事件の犯行も犯人も、その全てが今までのヒントでようわかったな。神隠しではないでござるのか。私たちの中に犯人がいるの？もちろんです。この中に犯人はいます。犯行時刻は9時から13時までの4時間の間。その間に犯人は大原さんの財布を盗んだのです。玄関には鍵がかかっており、窓にも同様に鍵がかかっていたこの状況で、初歩的なトリックを使用した犯行によってね。このミストリックのキーワードはこの2つとなっています。これで分かる人おんの？ちょっと待って。じゃあ財布とノートっていうのはなんだ？財布とノートはキーワードかなのか？財布とノート、ルーズリーフの大きさ関係あるか？いいや。ガラスの破片とこれ財布やろ、絶対。これいこう。財布とガラスの破片。クリック。財布とガラスの破片です。財布ってなくなってるのにどうして犯人が使用できるの？確かにそうですよね。失礼しました。それでは気を取り直しまして、犯行時刻は、これ間違えたんだ。これ展開が全然読めん。もう財布とノートにしてみる。じゃあ財布とノートです。財布ってなくなってるのに。財布はもう選んだらダメと。財布の、間違えた。で、財布とノートって言うけど、なくなってるって言うけどさ、犯人が持ってる可能性だってゼロじゃないと思うけどな。電話とガラスの、じゃあ破片やってみるか。これ。電話とガラスの破片です。その2つでミストリックを解決できるの？あなたバカにしてるんじゃないの？
いえいえ、バカになどしていません。このシャドウストーカーであるロン様には、すでに犯人が瞳に映っているのですから。ロン様、自分のこと様付けで呼ぶな。いいですか？まず犯人は開いている扉から堂々と中に入りました。そして間抜けにも中から鍵を閉めて密室にしました。間抜けじゃねえ、それが普通なんだよ。この世界線がおかしいんだわ。そしてテーブルの上にある財布を取ると、窓を破壊してそこから脱出したんです。そうすると俺が踏んだガラスの破片って、はい、犯人の犯行による名残でしょう。その後に犯人はガラス整備士に電話をかけ、ガラス整備士、窓を元通りに直して密室に仕立て上げたというわけです。確かにこの窓すごく綺麗。指紋一つついてない新品の状態みたい。じゃあガラス整備士の人に聞けば犯人が誰かもわかるってことになるよね。いえ、それはおそらく不可能でしょう。なんで？事前に整備士の人に内緒にしてねと言っているに違いないですから。隠蔽工作手伝っとるやないかい。じゃあ犯人がわからないじゃない。どうするのよ、私の真珠の財布は。簡単なことですよ。犯人はこの犯行時間帯に電話を使用していた人物。犯人はズバリ、この人以外ありえません。やばいやばい、名前なんか覚えてねえ。ヤンキーが吉助だから、こいつら忍者だ。この上崎慎だ。上崎慎さん、あなたしか存在しません。もうガラス割るな。忍者やったらもうなんか忍術使うて入れ。What？ 拙者が犯人でござるか。はい、言い逃れできますか？まだ逃げれるぞ。鍵を内側からかけ直す間抜けなあなたのことです。どうせ通話履歴も残っているでしょう。それにその刀、銃刀法違反ですよね。どう見ても。まさか忍者である拙者が見破られるとは。お、潔えな。確かに拙者は留守の間に侵入して財布を盗み、窓を割って整備士に電話をしたでござる。くだらねえ。もちろん整備士には内緒にしてねという言葉も添えた上での犯行で完璧でござった。しかしその上の推理をするとはあっぱれだ。さすがはシャドウストーカー、噂は本物でござるな。財布は拙者の部屋のテレビの上に置いてある。さすがは名探偵、お手上げでござる。これで一件落着ですね。シャドウストーカーの新たな歴史の1ページです。終わり？黒猫ロンドの名探偵、黒崎ロンのおかげで事件は無事に解決した。世界から見たら小さな事件かもしれないけど、彼女にとってはそれも大きな事件の一つ。名探偵黒崎ロンの推理ショーはまだまだ始まったばかりなのである。終わり？くだらねえ。このゲームあれだな、推理をする上でまともな思考回路で推理をしてはいけないな。もうどれ選んでも結局のところもうこれは普通の人には分からん。絶対に普通に推理をしようと思ったらダメ、解けない。まあまだね16分しか経ってないんで、じゃあ消失したピザの行方やってみるか。やろう。せめてマシな事件であってくれ。黒崎ロン、もうどれくらい経つんだろうか。大事なものというのはなぜこうも失ってしまうんだろう。なんかいいこと言ってな。幼めの青年、黒崎さん、また悩んでいるんですか？助手のワトソン、これ助手かい？いつか自分で解決しなくちゃいけないから。解決しなくてはならないこと。それが黒崎さんが探偵になった事件なんですね。いや、解決しなくてはならないことっていうか、探偵っていうのは解決しなくてはならないことばっかりでしょうが。僕も詳しくは聞いたことはないのですが、今はその話をしている場合ではありません。そうね、あなたがここに来たということは、私宛ての事件があるということでしょう。はい、まずは現場に急ぎましょう。事件の詳細はその後にでもお話しいたします。ピザがなくなったんだね。
どこだここ。ここが事件現場の会場。何があったか説明をして、ワトソン。はい。先ほどまでこの会場では、ピザの世界コンテストが開かれていました。世界的に言ったらピザの世界コンテストっていうのは開かれてるのかな。世界でも凄腕のピザ職人が目の前で生地から作るピザ。それはもう至高の芸術そのものです。コンテストも終盤に入り、最後は優勝候補間違いなしのシェフピザーノさんがピザ生地を作り披露し始めました。ピザを作るために生まれてきたような名前だな。しかし大勢の観客が見ている前でピザーノさんのピザが突然消えてしまったのです。僕も目の前にいたので間違いありません。なぜあなたもコンテスト会場に？僕はピザが大好きですからね。審査員として今回は参加していたんですよ。あら、そう。意外にもそういうのが好みなんですね。まあいいです。現場周辺の人たちを集めてください。詳しい詳細をみんなから聞くことにいたします。またなんか癖の強そうな。もう影だけでわかる。だいぶ癖強いな、これみんな。これだけですか？他にも観客が大勢いたのではないですか？会場には総勢300名ほど。300名ほどのお客様がおられましたが、他は全て2階席からの傍受という形となっていました。参加者、審査員、次の挑戦者以外はステージに上がっていません。ピザーノさんのピザを消すことができるのは、僕を含めた4人に絞られることを想定しています。もう一回作ったらええやん、もう。こんな大ごとにせんでええかな。わかりました。では、その線で推理を始めましょう。それでは、ピザーノさんから順番に自己紹介をお願いします。また読みにくいな。ミーの名前はピザーノ28歳です。今回のピザコンテストの最優勝候補です。なぜミーのピザが消えたのか。今回はそれが不思議でなりません。黒崎がぜひあなたの推理で事件を解決してほしいのです。私は今回の審査員の一人、和服の男こと芥川ルイスの男だ。ちょっと待って、芥川ルイス、外国人なのか日本人なのかわからん名前してんな。世界中に存在する約1万2000種類のピザを全種類食べ尽くしたという名のある審査員だよ。ピザが消えるというのは前代未聞。これは私にとっても不可思議な図柄だね。俺の名前は山下すばる、33歳。今回のピザコンテストの挑戦者の一人だ。ピザのことなら何でもござれとは俺のこと。知識だけなら誰にも負けない気がしないぜ。誰にも負ける気がしないぜか。びっくりした。それにしてもピザーノは優勝確実とまで言われてた実力。あいつのピザが食べてみたかったぜ。ワトソンです。黒崎ロンの助手を務めていました。今回は審査員として会場におりました。会場にいた2階席の人たちもピザが消えたことにショックを隠せない様子でしたね。もちろん僕もそうです。優勝候補のピザを食べたかった。そして黒崎さんに感想を伝えたかったのに。お前ちゃうんかい犯人。大丈夫か？わかりました。それではこれから事件の詳細を詳しくお願いします。説明は当事者のピザーノさんからで。OK。では説明に入りましょうか。時刻は13時頃。ミーが特製のピザを作り、あとは焼き窯に入れる直前、観客へのパフォーマンスとしてピザをくるくる回していると、突然風船が膨らんできたんです。また新たな風船という単語が出てきたな。どっから出てきたそれ。風船はどんどん膨らみ、ピザを持っていきます。そして風船が割れると、そこにはもうピザがなくなっていました。ピザがなくなったのは間違いない。だからそのピザなくなってからこんな事件になっとるんや。そういえば先ほど会場を調べていた時、植木鉢が倒れていたのが気になっていたのですが、あれは初めから倒れていたものですか？あの植木鉢を倒したのは僕です。お前かい。このピザ消失事件を黒崎さんに知らせたく、
慌てて外に出ようとしてぶつかってしまいました。あ、僕を疑うんですか？やめてくださいよ、黒崎さん。友達でしょ？植木鉢を慌てて倒していったと。キーワード、植木鉢を入手した。風船がどんどん膨らんでいったとありますが、どれぐらいの大きさまで膨らんでいったかわかりますか？およそ20メートルといったところでしょうか。かなり巨大に膨れ上がって皆さん驚いていましたよ。すごいな、20メートルの風船って。そういえば風船が爆発する直前に私の足元にフックが落ちてきましたね。ちょうど私の足にぶつかって邪魔だなと思ってもう捨ててしまいましたが、フックが落ちてきたと。キーワード、フックを入手した。山下さんからは何か気になる点はありませんか？何でもいいです。たとえ小さな点でもいいのであれば言ってください。観客の数は300人以上もいたんだ。みんなが2階席からピザの方を見ていた形になるぜ。だがその全員の前でピザが消えたのは明白だ。誰の仕業かはわからないが、これは一種の神隠しだな。気のせいか。この人からはチーズの匂いがする。いや、そりゃそうやろ。ピザの世界大会の会場にいたんだから、みんなからチーズの匂いするやろが。単にピザ職人だからか。一応キーワードにしておこう。キーワード、チーズを入手しました。出た。わかりました。この事件の謎。そして犯人も。犯人いるんですか？何のためにピザを消したんですか？犯人おらんかったら事件起こらんのや。火のないとこに煙は立たず言うやろ。わかった。犯人は風船ですね。さすがは名探偵の黒崎さんです。こいつ怪しくない？このワトソン。ワトソンは黙っていてください。推理省の邪魔です。省とか言うな。今回の事件、この消失したピザの名の謎を解明したのは2つ存在します。その2つのキーワードはこの2つとなります。いや、もうこれはね、考えたってしゃあないから、もう一番下のフックと、じゃあチーズやど。いいですか？合ってたんかな？これは簡単かつ単純なトリックです。観客たち全員の目を盗り、犯人は自らの思惑通りにピザを消し去ったのです。今回は分かりやすく図で説明しましょう。またなんか単純な図だな。非常階段か。13時になるとピザーノさんはパフォーマンスをしてピザをくるくると回し始めました。彼は優勝者候補であり、このパフォーマンスもいつものことだったのでしょう。それにコンテストは時間厳守なことを考えると、風船は時限式で膨らむように犯人が設定したものです。風船についたフックがピザを持ち上げ、風船は直径20メートルほどにも巨大に膨れ上がる。この時、傍観者も審査員もピザーノさんも全員が膨張する風船に視線が釘付け、誰もピザなんて見てもいません。風船はピザの重みに耐えきれず、フックはピザと共に落下。フックは芥川氏の足元へ落ちました。そして風船はそのまま膨張を続け、ピザの方はコロコロと転がっていったのです。あとは風船が爆発すれば、全員がピザが消えた錯覚トリックに陥るのです。まだ生地の状態のピザが転がっていくか。ぐなぐなしとるやろが。待ってください。それならピザは床のどこかに落ちているはずでは。それには説明がつかないじゃないですか。いえ、ピザは消失していますよ。なぜならピザは犯人のもとにコロコロと転がったのですからね。そんな、都合よく自分のもとに転がるなんてこと。自分で言ったじゃないですか。ピザのことなら何でもござれど。自己紹介で大道芸人か。こいつ大道芸人なんか？ピザーノさんが作ったピザの構造をあらかじめ予測し、落下の軌道までも完璧に計算していたんですよ。もっと他に活かせ。その才能他に活かせる。そう、今回のピザ消失の犯人はこの人です。うわ、これ名前覚えとかなあかんな。ピザのことなら何でもござれ。山下すばるだったよね、確か。山下すばるさん、犯人はあなたしか存在しません。
なぜ俺が犯人だと決めつける？あなたの豊富な知識、ピザのことなら何でもわかるんですよね。もちろんそれだけではありません。決定的な証拠は匂いです。ピザのね。あなたのポケットからするチーズの匂い。それは消失したピザーノさんのピザなんです。こいつポケットにピザ入れて歩いてんの？あなたは自分の元にピザが転がることを計算に入れ、みんなが風船に注目している隙にポケットの中にピザを入れたんです。そんな大きいもん入るんか？確かにポケットの中がベトベトになっている。なぜそのようなことを？ピザを消し去る動機は何なのですか？邪魔して自分が優勝しようと思ったんかな。賞賛だよ。コンテストに優勝する確率論さ。お前賢いこと言ってるけどやってることバカやからね。どう計算してもピザで奴に勝つことはできない。ならばライバルのピザを消し去ってやるっていう寸法さ。そうすれば理論上は俺が優勝だったんだが、まさか探偵に見破られるとはな。浅はかな考えを持つゆえの自滅行為でしたね。ですが、これで一件落着ですね。シャドウストーカーの新たな歴史の1ページです。終わったんか？メス入りお疲れ様でした。さすがは黒崎さんです。今回もかっこよかったですね。もう好きにしてくれ。事件の解決祝いに僕から何かご馳走しましょうか。何か食べたいものとかありますか？そうね、アイスでもいただこうかしら。黒崎さんは相変わらずアイスが大好きですね。わかりました。今日は気の済むまでご馳走しましょう。なかなかいい助手だね。黒猫ロンドの名探偵、黒崎ロンのおかげで事件は無事に解決した。助手のワトソンとの日々を心なしか楽しみにしつつ、今日も彼女はさっそうと歩いていく。シャドウストーカーのこれからの事件にも期待が集まる一方であった。誰が期待するんだよ、そんなこと。誰が期待すんねん、それ。さあ、どうしようかね。一応収録時間が30分を、もう過ぎとるんで、これ第2回に分けるか、今回は。じゃあ第2回に分けるとして、第1回目、ここまでとさせていただきます。いや、でもこのゲーム面白いね。その推理はまともにしたらダメだけど、内容的にはすごくね、楽しい。ツッコミどころ満載。まあ、第2章も楽しみということで、また次回進めていきましょう。今回はここまでです。この動画良かったなと思ったら高評価やチャンネル登録などをお待ちしております。ではみんな次回の動画でお会いしましょう。ほなな、またね。